どうも、フリーキャド速攻解決ティップスのコーナーです。よくある疑問点や使い方などを速攻で解説します。今回は、ベースフィーチャーとは何か、そして、なぜボディに一つしか入れられないのか、について解説していきます。例えば、カートワークベンチで作った円柱や球体を、カートデザインワークベンチのボディの中に入れて扱いといたします。そこで、円柱や球体をボディにドラッグして入れようとしたとき、円柱はベースフィーチャーとしてボディに取り込まれたのに、球体は入ってくれない。そもそも、ベースフィーチャーってなんだ？そんな経験ありませんか？本来、カートワークベンチとカートデザインワークベンチを混ぜて使うのは推奨されません。ですが、今回はその話はさておき、カートデザインのボディに外部形状を持ち込んだ時に生成されるベースフィーチャーについて、その設計思想から詳しく解説していきます。それでは、始めましょう。まずは、ベースフィーチャーの最も重要な役割から説明します。カートデザインのボディは、履歴で形を積み上げる場所です。スケッチして、カットして、フィリットして、この操作の順番が、そのままボディの設計のストーリーになります。では、ここに、カートワークベンチなどで、外部に作成した円柱などの形状を持ってきたらどうなるでしょうか？フリーキャドは、この外部形状を、ボディの履歴操作の出発点として扱おうとします。ここで登場するのが、ベースフィーチャーです。ベースフィーチャーは、外部形状をボディの中に取り込むための入り口であり、履歴ストーリーのスタート地点になります。実際には、ベースフィーチャーは、元の形状をコピーするのではなく、リンクのように参照して、ボディの中に取り込まれます。これにより、元のカートワークベンチ形状を編集すると、ボディ側にも反映されます。例え話で言うと、ボディの履歴ストーリーを一冊の本だとイメージしてください。外から持ってきたベースフィーチャーは、その本に載せる0ページ目の素材として扱われるのです。さて、ベースフィーチャーが0ページ目の素材だと分かったところで、続けて別の外部形状である球体をボディに入れようとしてみます。しかし、フリーキャドは受け付けてくれません。これは、フリーキャドが、このボディにはもうベースフィーチャーがあるので、これ以上は入れられませんよ、と教えてくれている状態です。つまり、エラーではなく、正しい動作となります。なぜなら、カートデザインのボディは、一つの完成品を作るための一つの履歴ストーリーしか持てないというルールで設計されているからです。スケッチ、カット、面取り、すべてはたった一つの履歴ストーリーの続きになります。もし、ベースフィーチャーが2つあったら、履歴ストーリーを2つ並行で作ることになってしまいます。そうなると、フリーキャドはどちらを基準に履歴ストーリーを積み上げるか判断できなくなってしまいます。本のストーリーに0ページ目は2つ存在しませんよね。そのため、設計思想上、ボディにベースフィーチャーを複数入れることはできないように設計されているわけです。ここで、もう少し内部の仕組みにも触れておきましょう。実は、ボディの内部には、ベースフィーチャーという専用のプロパティが用意されています。これは、外部形状をボディに取り込むときだけ使われる特別なプロパティです。例えば、ボディの中でスケッチして、カットを作ってみます。ボディのベースフィーチャープロパティを見てみると、何も表示されていません。つまり、ベースフィーチャープロパティには、カットは登録されません。では、次に、カートワークベンチの球体を用意します。ドラッグすると、ベースフィーチャーが、カットより上位、つまり、履歴の一番先頭に追加されます。この時、ボディのベースフィーチャープロパティを確認すると、球体が設定されているのがわかります。つまり、ベースフィーチャーは、スケッチやカットよりも優先される、履歴のスタート地点として扱われます。これは、外部形状を履歴の一部として扱うために、フリーキャドが自動で順番を調整してくれている、というわけです。では、カートワークベンチの形状を2つ、3つと使いたい場合は、どうすればいいでしょうか？ボディには、1つのベースフィーチャー、1つの履歴スタート地点しか入れられません。そのため、複数のボディを使って、カートコンテナで管理します。
Body はあくまで部品として一つの履歴を積み重ねる場所です。それに対し、カートコンテナは完成品を構成する複数の部品、つまりボディや外部形状をまとめる箱であり、全体の位置合わせや階層構造の管理も担います。これにより、フリーCADの設計思想に倣い、トラブルを減らすことができます。最後に、今回のポイントのまとめです。まず、ボディはあくまで一つの履歴ストーリーを積み上げる場所です。そして、ベースフィーチャーは、その履歴ストーリーの0ページ目、つまりスタート地点に位置づけられます。履歴ストーリーは決して2つにはできないため、ベースフィーチャーも1つしか存在できません。もし、複数の外部形状を扱いたい場合は、カートコンテナを使って管理しましょう。この4つの基本原則を把握しておけば、フリーCADの設計思想をシンプルに理解できるようになります。今回の速攻 Tips はここまで。ご視聴ありがとうございました。